皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の6日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、日本時間の夜の9時15分ということで、約45分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、先ほどアップしたんですけど、ちょっとタイトルが非常に長すぎてですね、今新しい様式で画面がいっぱいになっちゃうんですね。それで、一旦消して、テイク2として、再放送したということです。今日のメインテーマですけど、韓国では国家権力犯罪を犯したパク・クネ元大統領が逮捕され、罷免され、起訴され裁判にかけられ25年の実刑判決を受けて刑務所に収監されているのに対し、日本の安倍晋三首相はなぜ何の咎めも受けず独裁政治を続けてるのかというナンバー1ですね。という今の日本が抱えている最大の謎だと思うんですね。この今日のテーマです。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2829回目ということで、一元放送でツイキャステレビで現時点で、映像も音声も順調に配信されているということですね。ということで今日の火曜日の放送を始めたいと思います。最初は、昨日月曜日の放送のメインテーマ、日本国民はまたしてもとんでもない極右ファシスト暴力団員を国会議員に選んだもんだという、これの表紙がこれですね。立花隆というとんでもないやつが国会議員になっちゃったんですね。この前は、葛飾区議かなんかだったんですね。要するに国会議員にのし上がるために、自治体の市議とか区議を踏み台にして、のし上がってきたという、これ NHK から国民を守る党という一見ですね、反権力的なタイトルをつけて、で NHK を解体するということを叫んでますけど、昨日も言いましたように NHK どころじゃなくて NHK よりもですね、今最大の問題は安倍実行ファシスト政権を倒すと、打倒するということが最大の課題なんですけど、彼は一言も安倍実行ファシスト政権を批判しないんですね。 NHK だけなんですね。ワンイシュー。そして、こともあろうかNHK 放送のスクランブル化を安倍首相が飲んでくれたら憲法改正に私たちも賛成しますということを言って、もともと憲法改正のために、日本会議が送り込んだ偽装、反権力集団と、実は日本会議と同じ極右ファシスト安倍とつながっているということで、多くの人が90万票かなんか比例で取ったらしいんですけど、多くの人がNHK は許せないという怒りの票をですね、その正体を知らずに、このファシスト党に、投じて、彼が国会議員になっちゃったという最大のミステイクですね。
ということで、これが昨日の表紙です。そして、現時点での昨日の放送の視聴者数ですけど、ツイキャスが365名から YouTube が1797名で、合わせると2162名ということで、最近2000名を超えてますよね。ということです。そして、次にですね、先週の土曜日、8月3日の午後5時7時にライブ中継しました第22回、根っこ勉強会ですね。これの内容をパネリストの天野元康さんがまとめてくれたんですね。でこれを彼は自分のブログの方にアップしてますんで、詳細はそのブログ後で URL をアップしますんで、これですね、第22回根っこ勉強会ということで、ただ彼がですね、今回の内容ということで、まとめたやつがありますんで、これを紹介します。今回の参議院選挙の総括ということで、令和新選組の躍進と金融財閥の存在を指摘したオリーブの木の黒川代表の政見放送と、から 19% しか票を得てない自民党が 50% の議席を取る不平等な選挙制度、から1票の格差のない完全比例代表制で各政党の票を算出すると自民党の議席が大幅に減少すると、14減少するんですね。から憲法に明記されてない首相の解散権が自民党政権の維持のために悪用され続けていると。から日本国憲法の憲法改善は必要だが自民党草案の憲法改悪は必要ではないと。から米国支配層の管理下に置かれた三権分立が機能せず、通貨発行権が明記されていない日本国憲法、立法行政司法の順に支配権があると。だから国会が一番上あって、その下に内閣があって、その下に最高裁があるということで、国会の下にある内閣の長でしかない内閣総理大臣が国権の最高機関である国会を勝手に自分たちの都合のいい時に解散して総選挙を行うということは憲法上、憲法第41条ありえないんですけど、歴代自民党政権の首相は事あるごとに衆議院の解散権は首相の専権事項であるという大嘘をついて、憲法違反の大嘘をついて、野党に金がない、野党が分裂しているという時にですね、大義名分をでっち上げて、解散してきたということで、野党が分裂していると、野党に金がないということであれば必ず勝利するわけですよね。だから戦後70年以上にわたって日本では傀儡政党自民党、米国支配階級の傀儡政党自民党がほぼ常に総選挙に勝利して、政治行政司法あらゆる日本社会全体を独占支配してきた最大の謎はそこにあるんですよね。そのことを誰も言わないんですね。から日本は司法が独立していないので、国家の権力犯罪が裁かれないと。裁判の独立には国民の直接選挙で最高裁を選ぶ必要と。これは最高裁じゃなくて今日のテーマと関係しますけど、憲法裁判所を最高裁の上にですね、憲法の本当の番人を我々が作り出すということで、韓国が、今日のメインテーマですけど、
パク・クネ元大統領の国家権力犯罪を弾劾し、罷免し、逮捕し、起訴し、裁判にかけて25年間の有罪実刑判決で刑務所にぶち込んだということが可能になったのは、憲法裁判所が正しい判断をしたからなんですよね。憲法裁判所がなくて、最高裁しかなかったら、韓国、そしたら逆転してましたよ。要するに国会の大統領弾劾起訴決議は違憲であるという違憲判決が出されてですね、そうすると軍部がクーデターをして戒厳令を敷いて、パク・クネ大統領を弾劾する勢力を露骨に弾圧して鎮圧したという過去の流月事件が再び起こされてたはずなんですね。だから危なかったんですね、韓国。だから最高裁の長官を直接選ぶっていうのは当然なんですけど、それだけでは不十分で、本当の今の憲法の番人である憲法裁判所を作んないといけないということですね。だから日本の独立には米国の良識派との連携が必要と。それから NHK から国を守る党が提起した公共放送の在り方、運営委員を国民の選挙で選ぶべきと。これは天野さんがN 国を評価したんですけど、私は全く評価なんかしてないということですよね。あれは別動隊だと、安倍の別動隊だということでしかないんですね。から野党は一票の格差、指標が存在しない全国一区完全比例代表非拘束名簿式の選挙制度改革を超党派で求めようと。まさにそうなんですね。そして銀行業の信用創造特権の問題について触れた令和の新選組の大西恒樹候補と、から極めて不十分な不正選挙対策と、期日前投票箱の箱をですね、24時間監視カメラの設置の必要性ということですね。だから簡単なんですよね。各選管に、期日前投票箱の部屋にですね、24時間監視できる監視カメラを設置しようということを言えばいいわけですよね。なんで言わないのということですよね。これが第22回根っこ勉強会の天野さんがまとめてくれた内容です。詳しくはこの後で URL 貼り付けますんで、そこでご覧くださいということですね。そして今日のお知らせ、最後は明日水曜日は久しぶりに英日語放送をしますということです。皆さんからの寒川さん、キャス君アイスですね、K さん、コンティニューコインですね、中ん319さん、コンティニューコイン、砂ずきんさん、これは初めての視聴される方と。山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。砂ずきんさん、コンティニューコイン2枚ですね。砂ずきんさん、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれました。アフターマッチさんがお茶から李氷白さんからコンティニューコイン配信ありがとうございます。キララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。それからこの放送の前ですね、砂ずきんさん、野原義正氏の素晴らしい成果ということですか。はい、そういうことですね。からミルキーさん、コンティニューコインこんばんは。
それから砂月金さん、第22回根っこ勉強会テーマ、参議院選挙の成果とこれからの展望ですね。これは YouTube の URL を貼り付けてくれたんですね。ということで、これまでのところをアップしますね。それで、現時点での視聴者数2162と。それから天野さんの根っこ勉強会のまとめですね。でこれが URL です。そして、天野さんの内容のまとめ。これですね。で続き、これダメだ。最後のところは消さないと。マイナス5か。というところですね。で今日の画像ですね。今日の画像は2つあって、1つか。1つですね。今日の注目情報の中で週刊金曜日の記事ですね、ジャーナリストの伊藤詩織さんが山口紀之元 TBS ワシントン支局長から性暴力を受けたとして1100万円の損害賠償を求めた裁判ということで、その中でですね、山口の代理人の弁護士がいるんですね。江口正明という名古屋の弁護士ですけど、これが非常に悪辣な
方法でですね、わざとしおりさんに対する反対尋問ということで嫌がらせというか威圧的な態度話し方で、しおりさんを消耗させているというのが週刊金曜日の記事の中に出てるんですね。で傍聴人があまりにもひどいんで、おかしいじゃないかというブーイングが起こるほど悪辣な態度で彼女を傷つけているということで裁判の中で第二のレイプをしているという典型なんですね。でこいつの顔が一体どういう顔になってるかということで見つけたんですね。でこれが山口強姦魔ですね。これ強姦犯人山口元 TBS のワシントン支局長とこいつですね。でこれの顧問弁護士が北口正明という弁護士で悪質な弁護士なんですね。わざと伊藤詩織さんを裁判の傍聴人の目の前でですね、普段だったら恥ずかしくて答えられないような悪質な質問をわざとするということで彼女を消耗させて泣かせているというほどひどい悪辣な弁護士ですよこいつは。いうことです。ということで、この週刊金曜日の記事がですね、ようやくヤフーかなんかで、無料で見られるようになったんですね。今まではもう紙媒体に固執してですね、ネットでは到底、引用もできないということなんですけど、ようやくもう遅いよと25、6年経ってからようやくネット配信を始めたんですけど、もう遅いという週刊金曜日で今日の注目情報で伊藤詩織さんが性暴力をめぐり元 TBS 記者と法廷で4年ぶりに対峙というこれを今日の注目情報で、取り上げたんですね。でこの中に出てくるんですよ。で例えばですね、この記事の中で、この北口という弁護人がしおりさんに対して友人女性これか反対尋問したと友人女性に伊藤さんが相談した内容についての質問が続いたということで、この弁護士が言うんですね。友人女性は看護師だからレイプの際に体に傷ができたのなら当然身体所見を見るのではとやらしいことを聞いてるんですね。で伊藤さんは仲の良い友人ですが外出先で体を見せようとは思わないと当然ですよ。でまたこの弁護士は外出先だったんですかと他の友人には強姦を受けたか循環を受けたかもしれないと話してますねとかもしれないということは自分でも確証が持てなかったのではと伊藤さん伝え方としてそういう言い方をしましたとこういういやらしい質問をネチネチと続けてるんですねこれ。ということで、週刊金曜日の記事 URL を貼り付けますんで、詳細は URL でクリックして見て読んでください。週刊金曜日のようやくですねネットで情報を拡散できるようになったんですね。編集長が変わったからでしょうね。上村さんっていう今まではかたくなに
紙媒体しか見せないと、読ませないという態度をずっと取ってたんですね、25年間。笑っちゃうよね、このネット全盛の時代に。だからおそらく週刊金曜日っていうのはエリート意識が強いんじゃないですかね。自分たちが発信する紙媒体の情報はネットなんかでただでは見せないと。読みたければ金払って購読しろと、あるいは店頭で買えという一種のエリート主義がずっと続いてるから、これほど倒産寸前まで追い込まれたんでしょうね。だって25年前に週刊金曜日ができた時は5万2,000人が購読してたんですよ。そして1年前、倒産の危機だということで、編集長変わった時は1万2,000部ぐらいになって、おそらく今1万部ぐらいじゃないですかね。分かんないですけど、私も辞めましたからね。石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信中ですということですね。土山純一さんですね、お茶爆テンとコンティニューコイン2枚ですね。K さん、韓国の憲法裁判所、憲法裁判所、はい、石森さん、配信、お茶ですね、配信ありがとうございますということで、そうか、今日の一言でこの、伊藤詩織さんに対する第二のレイプを繰り返す山口の代理人北口、これ何正明弁護士、彼の反対尋問の悪辣さですね。だから日本の場合あれですよね、レイプされたということで被害届をまず警察に届けても、男性刑事にですね、なんか等身大の人形を使ってその現場でどういうふうになってるかということを説明しなくちゃいけないということですよね。そして裁判の中でも反対尋問によってこのように、消耗させられると、悪意を持った反対尋問で、女性として、言いたくないようなことも言わされるということですから、みんなこんな恥ずかしい思い、こんな大変な思いをするんだったら訴えなんかしないですよということで沈黙しちゃうんでしょうね。だから第2第3のレイプが公然と行われているということでしょう。だからこういうのを裁判長が質問内容が状況を逸してるから自制しなさいとかね、別の件で尋問しなさいとか制止すべきなんですけど、日本の裁判官っていうのはしないんだよね。ということです。で今日の一言
ですね。これはジム・ロジャーズさんの一言ですね。で、彼が言ってること、すでにご存知の通り、日本は先進国の中で最悪の借金大国ですと。抱えている長期債務残高は国だけで、897兆円にも上りますと。だから地方の借金を加えると1100兆円なんですね。で、約10年前の2008年末の時点では546兆円だったと。恐ろしいペースで進んでいると。そして、ベネズエラやジンバブエなどの例を挙げるまでもなく、甚大な債務を抱えた国は歴史上例外なく、無残な終焉を迎えてますという。ただ彼はベネズエラが意図的にアメリカによって、ハイパーインフレを仕掛けられたということは分かってても言わないんですよね。から2つ目、今50、これ重要なんですね。50歳前後の日本人であれば30年後は80歳ですから誰かケアしてくれるかもしれませんと。国庫に、老年人口を支えるお金もギリギリ残ってるでしょうと。30年後。しかし、その時40歳になる今10歳の日本の子どもたちが老後を迎える頃には生活を保障する金はどこにも残されてないという悲惨な結末が30年後来るよということなんですね。で、3番目、結局借金はさらに膨張し、その返済のための延命処置として増税がたびたび繰り返されることになると。しかし絶対的な納税人口が減少していく以上とても返済しきれないので、今度は年金などの社会保障が凄まじいスピードで取り崩されることになるでしょうと。日本人の生活水準はそうして徐々に悪化し、生活苦にあえぐ人々が激増し、いよいよ手打つ手はなくなりますと。だから今我々がまさに市民革命政権を樹立しないと悲惨な結末が待ってるということを彼は鋭い観察眼でもう見抜いてるんですよね。そして、もう一つですね、今日の一言。これは東京新聞今日取り上げた記事の中で、2011年の東京電力福島第一原発事故当時アメリカの原子力規制委員会 NRC の委員長だったグレゴリー・ヤッコさんのインタビュー記事の中からですね、原発事故は原発に、頼る限り事故は必ず起きると。原発事故は起きるかどうかではなくいつ起きるかだと。発電コストが下がり続けている風力は太陽光といった再生可能エネルギーの開発に全力を注ぐべきだということですね。当然のことなんですね。でも日本は再稼働にどんどん裁判所がお墨付きを与えて再稼働に突っ走っていると。安倍ですよ。なぜかと。プルトニウムの生産ですよ。将来の原爆生産に必要な。からもう一つ、9個の金メダルを含め計10個の五輪メダルを獲得した米国出身のカール・ルイス、有名な黒人、アスリートですよね。彼が言った記事が AFP 記事で、載ってるんですね。パンアメリカン、なんか競技ペルーかなんかで開催されてて、そこに彼は来てたんですね。でトランプ大統領はレイシスト、人種差別主義者で、ミソジニスト、女性、蔑視者だと。彼は自分以外誰のことも尊重しないとはっきり言ってるんですよ。それからもう一つ、これはハンギョレ新聞
今日取り上げますけど、安倍政権の対韓輸出規制に対して韓国は官民一体で素早く対応をし始めているということで、ハンギョレ新聞の記事でですね、でこの日本が輸出規制をしている関連の韓国のベンチャー企業の 78% は材料部品の国産化は4年以内に可能だということを言ってるんですね。だから安倍が火をつけた対韓輸出規制に対して4年あれば国産化が全部できるんだという体制が今整えられているということで、安倍が始めた韓国いじめが逆に韓国の自立性を高めるというところになってるんですね。新宿の新宿の明石さんか、まさに N 国は安倍晋三の別動隊であると通じて韓国差別を歴然と行い除名されたとはいえ、豊島区議の靴沢、杉並区議の佐々木等は人種差別をも含む動画配信を行い、その残党がまだいるということですね。だからもう完全に在特会系なんですよ。日本会議在特会系なんですよ。N 国の立花隆はロシアと戦争宣言した元維新の丸山穂高を入党させ、政党助成金目当てと本人が明言。その間には安倍晋三を蓮池氏の長男と支持し、さらには安倍総理とメール交換できる自信ということで、もう完全にあいつはバカだから全部裏も言っちゃうんですよね。砂津金さん、伊藤さんのケース以外でも被害者叩きが甚だしいと米軍隊ケネス容疑者のレイプ殺人事件でもということですか。はい。ということで何でしたっけ。そうか、今日の一言か。今日の一言。ジム・ロジャーズの言葉。日本の借金ですね。だから今10歳の日本の子供は老後になった時、金も人もいないよと、年金なんかもうなくなっちゃってるよと、悲惨な未来しか残ってないよと。だから今立ち上がってこの体制を打倒しなければあんたたちの未来はないよと言ってるんですよね。
だから今でも1100兆円の借金を毎年100兆円の国債を発行して100兆円の償還国債を償還するために100兆円の国債を発行し続けてるんですね。だからタコが自分の足を食って生き延びてると。永遠に借金は返せないよと。そうでしょ。で一番儲かるのは金利収入、毎年9兆円の金利収入が入るメガバンクということですね。Facebook 何回も停止になって大変ですねって。僕も5回グループ投稿が停止になりましたと。そういうことですね。ゆうすけ、楠山さんですか。私は6回目で明日明後日ぐらいに一応解除されるんですけど、またすぐに7回目が来るでしょうね。とんでもないですよ。Facebook とか Google とか。原発事故が起きるかどうかではなくていつ起こるかだと。時間の問題だということですね。からカール・ルイスの言葉、トランプは人種差別主義者であり女性蔑視者だと。彼は自分以外は尊重しないんだとはっきり言ってるんですね。だから韓国のベンチャー企業、輸出規制関連企業の 78% が4年以内に国産化できるよと。だから実際はもう3年ぐらいできるんじゃないですか。ということです。ということですね。そして次に、今日の推薦図書ですね。今日から新たに、このジム・ロジャースさんの日本への警告という本を朗読するということなんですね。で、これ200ページぐらいの新書版なんですけど、目次ですね。最初前書き、これ今日読むんですね。3ページぐらい。そして次に、章がですね、第1、第2、第3、第4章、第5章まであるのか。第1章が日本人が見て見ぬふりをする破滅的な未来と。第2章が日本人が今克服すべき課題と。第3章、アメリカ、中国、朝鮮半島、これが変化の本質だと。第4章、家族とお金を守るために私が学んだ9つの成功体験と。第5章、これからの時代に勝つ投資と。で、後書きということですね。で、今日の最初の前書きのところを読みますね。前書き。よいしょ。前書き。私が投資家として成功することができたのは時代の変化を見極めることができたからだと。で、変化を見逃さなければ未来が見逃さなければ未来が見えてくると。これは複雑化したと言われる現代においても何ら変わらないと。もちろん投資に限らないと。仕事であれ人生そのものであれ成功したければ将来を予想しなければならないと。とはいえ
私は本来、未来を予知できる超能力を持っているわけではないと。これまで、中国の台頭、リーマンショック、トランプ大統領の当選といった予測を的中させることができたのは、日々の小さな変化に目を向け、自分の頭で考えてきたからに過ぎないと。そう、これから起ころうとしていることを知るためには、今起きている小さな変化を捉えなければならないのだということですね。で、変化というものはある日突然起こるものではないと。そっか。世の中を揺るがす大きな出来事であっても、きっかけはほんの些細な変化だと。そうした変化は人々が気づき口にし始めるよりもずっと前から私たちの前にいつも姿を見せていると。変化に目を向けることに恐れを感じる人々もいるだろうと。変化はある者の目には社会が開かれていくプロセスと移り、別の者にとっては閉ざされていくプロセスとして移るのである、移るものだからと。しかし、昔は良かったと変化を嘆くことは押し戻すことができない、勢いの濁流に逆らうようなものだと。少しの間は抵抗することができてもすぐに力尽きてしまうと。で、変化を受け入れ、適応する者はこの世界で、成功を収め、幸福に生きることができると。逆に変化を嫌う人は大抵成功できず、めったに幸福感を抱かないと。これが真実だと。変化は起きるものと理解することが成功を得る最初の条件であると。また今起きていることもこれから起きてくることも歴史を紐解けば見えてくる。この認識も重要だと。本書の第一章では日本が、抱える課題を取り上げたと。かつて世界を驚かすほどの経済成長を遂げた日本も今は衰退の一途をたどっていると。解消することのできない少子化や財政赤字といった根本的な問題をこのまま放置していては行く末は破滅に他ならないと。第2章はこうした日本の問題に対し私が考える抜本的な解決策を示したものだと。第3章では私はどのようにして世界の変化を見てきたのかについて、今私の目から見えている世界の変化について記していると。長らく覇権国家であったアメリカの衰退や変わっている世界の変化について記していると。長らく覇権国家であったアメリカの衰退や代わりに代わって台頭をする中国について、さらには金正恩の登場により起きつつある朝鮮半島の変化について
え代わりになんだこれ、台頭する中国について、さらには金正恩の登場により起きつつある朝鮮半島の変革や長らく投資先としては最低だったロシアに見える明るい兆しなどをまとめたと。第4章と第5章にはこうした新しい時代にますます必要となる個人向けのアドバイスを記していると。第4章には成功を望む人が避けるべき考え方、そして第5章には投資で勝つために私が心がけてきたことをすべて明らかにしたと。本書をお読みいただければ、この世界の現実を見る術を身につけられるだろう。どのような仕事についていようと、世界を自らの目で見ることは人生の成功に不可欠だと。国内だけでものを見ていてもいたら自国のことは半分しかわからないと。世界を見て初めて自国のことが全てわかると。世界の中の自分の立ち位置を知ることができると。変わりゆく世界の中で自分の強みや弱み、興味関心が分かると成功はより確かなものになってくると。私は日本の読者の皆さんが本書を楽しむとともに日本が抱える課題を克服するための抜本的な解決策を見出されることを願っていると。さらに本書に啓発された人々が今後の人生を最高に素晴らしいものにされることを強く望むと。一人一人が行動すればその結果日本も再び偉大な国としてよみがえるだろうからと。私がいつも日本にサインをするときに添える言葉があると。人生は短い。だからこそ力強く遠くへと旅立ち懸命に働こうとなせばなると。成功の鍵は成功への第一歩は歩み始めてほしい成功への第一歩を歩み始めてほしいという。なんかやはり目がしょぼしょぼしちゃってダメですねこれね。ということですね。ゆうすけ、靴山さん、山崎さんの紹介してくれる書籍はとてもいいと、参考になりますと。鈴木恵子さんの本好きです。そうですね、鈴木恵子さん、新しい本が最近出ないですね。待ってるんですけどね。鋭い、投資力、彼の投資力、期待してるんですけどね。そうですよと。世界に目を向けずにグローバルとかナショナルとか偉そうに言ってはならないと思いますと。海外旅行をすべきと。そうですね。鈴木竹山さん、これなんだろう。寺澤優さんから電話、ツイッター社から利用期間に、そうですね。寺澤優さん、ツイッターアカウント凍結されちゃったんですよね。だから連絡先ですねこ
新聞記者をフィクションだと思ってたけど、レビュー書き直さないと。フィクションじゃないですよ。ノンフィクションですよ。あれは内調ですよ。ということで、今日第1回目の朗読ですね。ということです。で、今日のメインテーマですね。ようやく韓国では国家権力犯罪を犯したパク・クネ元大統領が逮捕され、罷免され、起訴され、裁判にかけられ、懲役25年の実刑判決を受けて刑務所に収監されているのに対し、日本の安倍首相はなぜ何の咎めも受けずに独裁政治を続けているのかと。ナンバー1ですね。日本の安倍首相がこの7年間に犯してきた国家権力犯罪は、パク・クネ元大統領が犯した国家権力犯罪と比べるのが不可能なほど大規模かつ悪辣なものであると。で、今の日本が抱えるこの最大の謎を解くヒントは、私が2017年3月17日に配信した下記のブログの中に書かれているだろうということで、今日の第1回目は2017年の3月16日にブログ等で配信した韓国の憲法裁判所は国会のパク・クネ大統領弾劾、訴追を合憲として韓国史上初めて現職の大統領を罷免したと。こういう記事の中にヒントが隠されている。要するに憲法裁判所なんですね。で、裁定記事を読みますね。韓国の憲法裁判所は独立した本物の憲法の番人であることを証明したんだと。韓国憲法裁判所は国会のパク・クネ大統領弾劾訴追の根拠となったパク氏の親友のチェ・スンシル被告による国政介入事件について、パク大統領が以下の5つの国家権力犯罪容疑を犯したか否かを審理してきたと、憲法裁判所が。で、1つ目、パク・クネ大統領は国民主義や法治主義に違反したかどうかと。2つ目、パク・クネ大統領は大統領の職権乱用をしたかどうかと。3番目、パク・クネ大統領はメディア弾圧を行ったかどうかと。4番目、パク・クネ大統領は2014年の客船セウル号沈没事故対応で国民の保護義務に違反したかどうかと。で、5つ、パク・クネ大統領は収賄などの違法行為を行ったか否かと。この5つの国家権力犯罪の容疑がかかったわけですね。で、その容疑に対して韓国憲法裁判所は8人の範囲全員がですね、証拠不十分で却下したナンバー4ということは、2014年の客船セウル号沈没事件対応で国民の保護義務に違反したと。これに関しては証拠不十分で却下したんですけど、他の4つの容疑に関しては有罪だということで、違法行為と憲法秩序に与える否定的な影響と波及の効果は重大であり、罷免は妥当であるとしたということなんですね。このことは韓国には独立した本物の憲法の番人が存在していることを証明したんだと。韓国と同じようにドイツ、フランス、イタリア、オーストリア、スペイン、等は独立した本物の憲法の番人である憲法裁判所が存在すると。パク・クネ大統領のように国の最高指導者が国家権力犯罪を犯した場合、国民とマスコミと国会の野党国会議員は最高指導者による国家権力犯罪を糾弾する、反対する全国的な行動を行うと。そして、国会が弾劾訴追を決議すれば、憲法裁判所はその弾劾訴追決議が合憲か否かを最終判断することになると。そして憲法裁判所が弾劾訴追決議は合憲であると決定すれば、その国の最高指導者パク・クネ大統領は権限を剥奪されて、即刻罷免されると。しかし
独立した本物の憲法番人が存在せず、偽りの憲法の番人、最高裁判所がない日本と米国では、最高指導者の首相や大統領は国家権力犯罪を犯しても誰も罷免できず、誰も彼らを罰することができないんだと。日本の歴代首相である吉田茂や岸信介や佐藤栄作や中曽根康弘や小泉純一郎や今の安倍晋三首相などは決して罷免されず、犯した国家権力犯罪は決して罰せられることはないのだと。米国の歴代大統領であるジョンソンやニクソン辞職やレーガンやブッシュ父やクリントンやブッシュ息子やオバマ、そして現大統領トランプは決して罷免されず罰せられないんだと。彼らが国家権力犯罪を何十回何百回繰り返しても誰も彼らを罷免できず、彼らの国家権力犯罪を罰せられないと。なぜならば日本と米国には独立した本物の憲法の番人、憲法裁判所がなく、その代わりに偽りの憲法の番人である最高裁判所しか最高裁判所が存在しているからだと。日本と米国の最高裁判所は歴代日本の首相や歴代米国の大統領による憲法違反、憲法無視、憲法破壊に沈黙し容認してきたんだと。日本と米国の市民革命派ですねは韓国民衆が決起して、全都官政権から憲法裁判所創設を勝ち取った1987年の韓国民主化闘争に学ばなければならないんだと。日本と米国の市民革命派は30年遅れで民主化闘争に決起して最高裁を解体して独立した憲法裁判所を創設しなければならないんだと。こういうのが2年前ですね。2017年、3月16日のブログで配信した内容なんですね。だから韓国で、現役のパク・クネ大統領の国家権力犯罪をなぜ、追及でき、なぜ、国会で弾劾、訴追決議が賛成多数で可決されたと。そして、それが憲法裁判所によって合憲であるという判断が出て、彼女は罷免され、逮捕され起訴され、裁判で有罪判決を受けて懲役5年間の有罪判決を受けて現在刑務所に収監されているということが可能になったんですね。それじゃあ翻って日本、そしてアメリカ、最高権力者である首相、歴代首相あるいは歴代大統領、米国大統領は決して、国家権力犯罪、彼らが犯した国家権力犯罪に対して、訴追もされないと、逮捕もされないと、裁判にもかけられないと、当然、刑務所にも行かないということが常態化しているということでね。なぜなのかと。それは独立した本物の憲法裁判所がないからですよ。最高裁しかないと。で日本の場合は最高裁長官の任命権は内閣総理大臣が握っちゃってるんですね。天皇の名において天皇が指名するんですけど、その天皇の指名を全て決めるのは内閣だと。内閣総理大臣だと。でアメリカも最高裁判事9名の任命権は大統領が握っちゃってると。だから結局日本もアメリカの最高裁は最高権力者の内閣総理大臣、あるいは米国の大統領の意向に従う判決しか出さないよということですよね。木村拓哉さんの検察側の検察側の罪人やっと購入 DVD 家族でちゃんと見たいですと。あの映画は安倍批判を題材にしてますよねと。そうなんですかね。
そうですよと、世界に目を向ける、これは読みましたね。ということで今日の、第1位はそうですね。で第2ナンバー2はやはり日本独特の天皇制があるということですね。それからGHQ が作った、日本国憲法、表向きは近代的民主的な憲法を装ってますけど、実はその中に天皇制を入れ込むと、あるいは首相に、衆議院の解散権を与えるための憲法第7条に、天皇の国事行為の名のもとに国政行為の文言を差し入れるとかですね、非常に巧妙な日本国憲法の偽装をしてるんですね。それは全て、アメリカの傀儡政党自民党がずっと日本で政権を独占するというための小細工じゃないですか、謀略的な細工を非常に巧妙に行ったということなんですね。だからこれほどの規模で悪辣な国家権力犯罪を繰り返す安倍晋三首相が罷免もされず逮捕もされず、裁判も受けずにのうのうとしているということの原因でしょうね。ということです。今日のメインテーマのポイントですね。安倍晋三の権力犯罪と比べたら、パク・クネが起こした権力犯罪なんて本当可愛いもんなんですよ。この今日本の抱えている最大の謎を解くヒントは、このブログ記事の中に書かれているということで、再掲しますということなんでね。で URL、さっき言いましたように、この時ですね、国会がパク・クネ大統領の弾劾訴追決議を賛成多数で、決定したということに対して、もしも韓国に、憲法裁判所がなくてですね、最高裁しかなかった場合、最高裁っていうのは日本と同じように大統領が決める韓国の最高裁判事、9名かなの3分の1を大統領、3分の1を国会、3分の1を最高裁の判事が決めるということで、結局体制側の判事が多数派を占めますんで、その時に、韓国に憲法裁判所がなければ最高裁の判事がパク・クネ大統領の国会訴追弾劾決議は違憲であるという判断を当然出したんですね。そして待ってたということで、パク・クネ大統領のは軍隊に戒厳令を敷かせて、自分たちを批判した野党勢力、あるいは一般国民を戒厳令下で弾圧するという、再び同じような光州事件等々の戒厳令下で、市民が軍隊に大量に殺されると。光州事件でおそらく1000人ぐらい殺されたんじゃないですかね。
天安門でおそらく3000人とか4000人殺されてるんですね。だから憲法裁判所を韓国民衆が1987年の民主化闘争の中でですね勝ち取ったことがあったからこそ今のムン・ジェイン、民主党政権の誕生につながり、パク・クネ、それから、ムン・ヨンバク、パク・クネの前の大統領ですね、彼の国家権力犯罪も糾弾され、彼も逮捕起訴され、20年かなんかのまだ結審されてないですけど有罪判決が出されたんですね、一審かなんかで。ということで憲法裁判所があるかどうかということが決定的な重要性を持っているということなんですね。このこと誰も言わないんですよね。憲法裁判所が必要だと。日本の現行の最高裁っていうのはもうアメリカ支配階級とから自民党傀儡政党自民党の番犬でしかないんだということで、最高裁に期待を寄せるということはやめた方がいいと。最高裁の上にですね最高権威としての憲法裁判所をゼロから作んないといけないよという主張をする人はほとんど誰もいなくなっちゃったっていうのは一体何なんですかね。砂月さん、天皇制は日米合同委員会の隠れ蓑ですという。どういうことでしたっけ、忘れた、簡単に教えてくださいという。これは何のことなんですかね。砂月さんか。天皇制は日米合同委員会の隠れ蓑ですということに対するあれですかね、説明してくださいということなんですかね。ということで、今日のメインテーマは日本にも憲法裁判所が絶対必要なんだということなんですね。だから憲法裁判所を作ろうという動きを令和をはじめとする野党、これから野党統一戦線を作る野党の結集を図る野党勢力は最大の課題の一つとして憲法裁判所の創出っていうのを掲げる必要があるということですよね。ミルキーさん、天皇家は明治時代からそれまでの天皇家とは全く違う存在になったと。そして、終戦で、昭和天皇は天皇家が存続と引き換えに日本を売ったという歴史認めざるを得ませんということですよね。だから日本独特、韓国の最高権力者のはやはり天皇なんですよね。天皇じゃなくて大統領なんですね。日本は首相が最高権力者だということの背後に天皇制が激然として存在するっていうのが違うんですよね。ですから日本の歴史は明治維新まで遡らないと現在の支配構造は分かんないよということなんで、天皇いわゆる明治維新の中で、どのように、江戸幕府が倒されてきたかという日本の歴史の全く違う視点での総括が必要だと。その中で、天皇制が絶対的な権力を持ったいわゆる神的な存在を持った
世界に類のない、え天皇制として、宗教的な意味合い、生き神としての絶対的な存在としての天皇というのが人工的に作られたということなんですね。それまでの天皇っていうのは、江戸時代の天皇家なんていうのはもう誰も知らないということで、せいぜい石高3万石とか4万石のいわゆる小大名クラスで、天皇に京都に誰かいるなというぐらいの認識しかなかったんですけど、尊皇攘夷の水戸学が天皇を幕藩体制をひっくり返すと、尊皇攘夷ということで、幕藩体制をひっくり返すんじゃない、幕藩体制を強化するため、対外国攘夷の思想として、尊皇攘夷を作ったんですよね。でそれから、天皇がいわゆる、世俗的な権力を全て持ち、かつ神的な霊的な存在として絶対的な超能力者として、存在するようになっちゃったということなんですよね。多部性、多部性麻痺はそのものですよ。だから繰り返しますけど、明治維新っていうのは、僕らが歴史で学び、あるいは司馬遼太郎の時代劇、歴史小説の中で言われたような、いわゆる脱藩浪士が命を懸けて、封建制を解体する戦いに決起して、そして、アジアで唯一の近代国家日本を作り上げたんだという一種の市民革命であるという考え、教えをずっと信じたんですけど、実は違うんだよということで、列強の特に、イギリスですよね。アメリカはその当時は南北戦争をしてて、国内で60万人ぐらいの死者を出すような壮大な壮絶なですね内戦を繰り返してたので、到底、日本の明治維新に干渉する力がなかったということで、主体はイギリスだったんですね。でイギリスは1840年のアヘン戦争を仕掛けて、中国を侵略して支配したと。その次は日本だということで、グラバーをですね派遣して、これは香港のジャーディン・マセソンの麻薬商社、武器商社から派遣された若き青年だったんですけど、彼は長崎に拠点を置いて、そして、いわゆる脱藩浪士なんかを使ってですね武器、近代的な最先端の武器を日本に密輸したということで、それを手伝ったのが坂本龍馬等々なんですね。それでその武器を薩長土肥の倒幕4藩に優先的に与えて、武器援助から軍事援助して、財政援助をして、江戸幕府を倒すという戊辰戦争を仕掛けたということで、背後は英国、そして英国を自主的に支配しているロシアだということなんですね。それでこの倒幕4藩の中心で戦った人間たちは最初は武士階級なんですけど、
度重なる戦闘の中で、最後まで、戦い抜いたっていうのが特に長州藩の被差別部落民である田伏、出身のいわゆる被差別部落民、それと長州の下級武士なんですよね。上級武士じゃなくて下級武士、それが田伏とそれから萩ですね中心にして、田伏からは官僚とか政治家とか学者とか、そして萩には松下村塾、それと騎兵隊があって、軍人が輩出するということでしょうね。ちょっと長くなっちゃうんで、そのぐらいで。天皇政妃官はインターネットでサバイバルするのは難しいと、活動できなくなると、活動停止になるのが一番痛いということで、天皇批判なんか私ずっとしてますよ。いわゆる昭和天皇はアジア太平洋侵略戦争を主導した最大最高の戦争犯罪人であるという京都大学の歴史の大島清さん、彼ぐらいしかそのことを言わないんですね。中菅さん、明治以降の天皇をはじめ皇族が英国の勲章を胸につけて公に組むというのは紛れもない決定的な証拠ということですよね。だから日英同盟してますんでね。ということで、ちょっと長くなりましたけど、もう82分なんだということで、今日の放送のメインテーマはそういうことです。これ続きますんで、非常に、緊急かつ重大な問題ですよね。視聴されている方が54名、全体で147名様、コメントが56件ということですね。本当に活動停止しなければならないのは安倍晋派の八木秀次、ググってくださいと。まだあれなんですかね、日本会議でやってるんですよね、彼は。ということですね。で、今日のトピックス、表現の不自由点中止問題、大メディアが傍観の不思議ということで、日刊現代ですね。またしても大手マスコミは重要な課題に関してスルーしちゃうと。それから同じ日刊現代、韓国ホワイト国除外で文政権が図る戦慄の報復禁輸の案ということで、ブーメランみたいに安倍の放ったホワイト国除外が何倍になって、日本に帰ってくる。特に来年の東京オリンピックでしょうね。天皇政妃官は仮に正しいところあっても永久にアンダーグラウンド緩和的な共存的平和政策を取るべきではないでしょうかと。ちょっと意味が分かんないですね。だから天皇政妃官というのはどういう天皇政妃官なのかっていう内容によるんじゃないですかね。から輸出規制関連の韓国ベンチャー企業78社材料部品の国産化4年以内に可能という、これハンギョレ新聞ですね。先ほど紹介しましたけど、
要するに今の日本会議とか安倍とかですね、ああいう極ファシスト連中っていうのは天皇制、戦前の天皇制の完全復活を狙ってるんですよね。だから天皇制批判をスルーするってことは彼らへの根本的な本質的な批判をスルーすることになるわけですよね。だから日本国憲法をなきものにして、大日本帝国憲法に差し替えるというのが安倍がやろうとしてることでしょう。それじゃあ大日本帝国憲法とは一体何だったのかというとこから批判しないといけないんですよね。原発技術は破綻と必ず事故が起こるという米、規制委員会元委員長が警鐘を鳴らしているという、これは東京新聞ですね。やっこさんですね。からカール・ルイス、トランプ大統領は人種差別主義者で女性蔑視者という、非常に明快ですよね。から今日の重要情報、八木弁護士、河村たかし、松井一郎が慰安婦問題はデマとネトウヨ並フェイク、改めて中曽根発言など日本軍関与の証拠を見ろということでリテラですね。これなかなかいい記事ですね。なんで八木っていうのがコメンテーターでずっと出てるの、テレビに。これも完全にやらせでしょ。まあ天皇制の話はだから言語に関しては天皇制廃止だと、天皇制なんかいらないよということですよね。ですから天皇制に関わる、いわゆる国家国旗、も廃止と、それから元号も廃止と。だから天皇制廃止すれば年間320億円の皇室費っていうのがなくなるわけですよね。だから天皇制批判あるいは天皇制廃止をスルーして日本の民主化あるいは主権在民、日本の民主主義等々はありえないんですね。それほど重大な影響、歴史的あるいは現実的な影響、政治的な影響を持っているということでしょう。ということで今日火曜日の放送はこれで終わりです。89分80分か。視聴者の方が59名、全体165名、コメントが68ということで、イルミナティ研究会さんお疲れ様でしたということで、ちょっと疲れましたね。ということで今日の放送お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューポイント、たくさんのギフトをいただいてありがとうございました。ということで明日久しぶりの英日語放送をやりますので、もしよろしければ合流してくださいということで、天皇制とか元号とか国旗の反対
は危険視されるのだと。危険視されよう、誰が危険視するんですかね。だからそれを守ろうと、天皇制をあくまでも守ろうとしている安倍たち日本会議とか神社本庁とか靖国神社とかネトウヨとか在特会とか、あるいは N 国とかですね、等々のあれでしょ。だから危険視されるから発言はやめるよというんじゃないですかね。天皇制はいらないよと。日本の本当の民主国家、主権在民の国、基本的人権が尊重され、反戦平和な国にするには天皇制は廃止にすべきだと。で過去の、侵略戦争、アジア太平洋侵略戦争の主導者の中心である昭和天皇に対してその戦争犯罪を責任をですね、糾弾すべきなんですよ。ということです。お疲れ様でした。今日の放送これで終わりです。